やばい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 ジャンプ33、34合併号スキーン今寝てたよね。ご飯食べててすぐ寝たよね。はい、まあ、人生いろいろありますからね。なんかメガネ今描いた。はいなんかそのさはいはい、やってきましたよジャンプね。これもう表紙からしていいでしょ。JAXA コラボ JAXA ねえ。宇宙に行くんやで。そう僕たちねワンピースも好きだけど宇宙も好きなんで、このコラボは嬉しいよね純粋にね。まあついにねルフィたちも今週から宇宙に行くということで相当熱い展開でしたね。あごめん、俺の知ってる世界線のワンピースじゃない気がすんねん。あ嘘。はい、どういうことっすか。ワンピース1272話ということで、1700。はいサニー宇宙へっていうタイトルでしたけど僕はまだそこで追いついてないですよ。ああそうですか。はい。今回のジャンプって第1019話なんで、ああまだそこか。700話ぐらい先行っちゃなるほどね。まずみんな見たわーこれ。わあこれからで応募者全員サービス。俺もはいはいほんま俺これだけで20分ぐらい喋れんねんけど、そうついにヤマトがワーコレ化ということでもう嬉しすぎるんですけども、この話ばっかりしてもしょうがないと思うんで、ほうほうまあ本編に行くんですけどもおう、やっぱり今回ねヤマトさんやっぱ能力者でしたね。そうでしたね。今あくびをごまかしたね今そんな退屈っすか。僕たちの撮影は始まったんでね。はい、今週もどうですかこの最後のさ技。もうこれはもう僕分かってもうてん。何これはもう幻獣種キリン。ああもうそうどういう感じで。これはカイドウがお酒好きというところが伏線やってん。これクリア朝日やわ。これ案件やったらほんと僕たち殺されてるよ多分ほんまにそうではい、ということでね、はいこれキリンちゃうんかということを思ってるわけなんですけど、それはなんでまあこの角の生え方なんかキリンっぽいなっていう。ああなるほどね。そうそう耳の感じとかね。でもこのね最後の2コマだけだったら、はいちょっとなんか謎が多いから、はいはい他のワンピースのなんか YouTuber さんがどういう考察するのかめちゃくちゃ楽しみだよね。そうね。俺は一瞬見た時にあれもしかしたらこれ白虎来たんちゃうんとか思ったけど、ちょっとなんか後ろになんか髪がなびいてるから、でも東役のようにキリンっぽい感じはするような。なんかなそうっすよね。ねえ、もしくはワンダの最終形態か。ああなるほどね。そうでもいいところに気づいたの、はい俺実はミンク説あるなと思って。いやそう俺もミンクっぽいよなと思ったんですよ。そうだから光月家とインク族ってまあ長いことなんか仲間やんか、こういうところでちょっとつながりをなんか示してくるのっぽいなってちょっと思ったんですよね。確かにね。でみんなどう思うこれ。幻獣種であることはまず間違いないよね。だってカイドウさんがわざわざ食わしてやったみたいな。確かに。そう苦労して手に入れたって言ってるんで、どうなの。めちゃくちゃ首が映ってますよ。あそうですか。もうちょっと隠さないと。はい、もうこうやって隠れて排便してる学生みたいなね。苦労して手に入れたらカイドウが苦労して手に入れるほどミーっすよ。そうですね。どうなってんのこれ。もしくはめちゃくちゃ珍しい、それこそゴムゴムの実みたいなね、実かもしらんよね。でも苦労して手に入れたらやっぱ戦闘とか探しにくい場所かなって思うんだけども、やっぱりカイドウはこのゾーン系の能力に関してすごい固執してるよな。なんかこだわりありますよねやっぱり。やっぱ自分の子供やからね、それいいものを食べさせてあげたいって親心はよくわかんないけど、なんで好みじゃなきゃダメだったのかってことだね。じゃあ例えばねそのカイドウさんも天下取ってる人間じゃないですかこれね。そうなった時に自分と相性のいい能力を息子に与える方が俺は戦略的だと思ってるの。確かにね。そうサポート的な。じゃあ例えばゴムゴムの実っていうのが防御にも攻撃にも向いてるけども、もし攻撃に特化したような能力だったら、じゃあその右腕の人間はちょっとサポート系がいいと思うやんか。バリバリとかね。そうだってポケモンもそうでしょ。確かに相性補完する感じでね。そうバランスよく配置するやんか。じゃあこのどう考えてもゾーン系って攻撃的なこととか、もちろん防御力が高いのは回復力もあるんだけども、その自分の青龍っていう技に対してキリン、白虎わかんないけども、そういう幻獣種を置いてくるってことは何か価値があるんだとか。そうですね。青龍の価値ってなんだろう。強い。強いのは当たり前やけど、空飛べますとかで、なぜか炎タイプとか、確かにね、風とかそういういろんなタイプの技も使いこなせるんで、相手が何系になると大体弱点をつけるんじゃないかとかっていういろんなことがあると思うんですよ。じゃあそうなった時にヤマトも何かこの幻獣種でないとできないことあるんじゃないかと。確かにね。そう例えばキュービの狐のカタリナ・デボンさんは変化するっていう付加価値があるやんか。だからきっとヤマトにも麦わらの一味にとって必要な付加価値の
の能力が多分来るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。おー、じゃあ今のルフィたちに何が足りないっすかね。そう、何が足りないんだろうと。おー、まあヤマト大好きのね、マシュー君も絶対仲間にはなるって断言してるわけですけども、はい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 、もうやっぱ仲間になってほしいと思ってるので、そう、だからこそやっぱね、ここで何かしらのね、ことを見せていただけるんじゃないかとめちゃくちゃワクワクしてるんですよね。仮にね、ほんまにキリンやとしたら、まあ電撃の力ということで、まあゼウスのさらなるパワーアップとかね。で、もう一個ね、これね、ヤマトが仲間になるんちゃうかって共通点見つけちゃいました。やはりこう最後から1ページ前、お腹が空いてたんだ、僕だって驚いたっていうのがあるんですよね。そう、悪魔の実も別にお前に食わせる気はなかったって一応カイドウ言ってるから、まあさっき僕ヤマトのためにって言いましたけども、偶然食べちゃったものっていうことじゃないですか。で、そう考えるとやっぱりゴムゴムの実を食べた時のルフィと同じ状況だったり、でさらにモモの助みたいに人造悪魔の実を食べた時と同じ状況だと思うよ。そうね。そうなった時にモモの助、ルフィ、何かしら得体の知らない能力がある、なんか万物の声を聞く系とか、そういう意味ではやっぱ選ばれし者感ちょっとあるんだよね。確かに共通点があるんだなと思って。そうでもここでもね、海に出たいのに必ずしになるなんてって言ってるんだけど、この設定まだ生きてたんやな、ちゃんとな。ね、基本悪魔の実の能力者って、海に落としゃ勝ちじゃんとは思うんだけど、そういう戦闘の描写ってないんですね、あんまりね。まああんま海で戦わんしね。そうだからそういうことが日常茶飯事に行われてるんやったら必ずしになることがすごいリスクだなと思うんやけど、今とそれを凌駕する能力やんか。マルコとか飛べちゃってるしみたいな。ほんまにほんまに。そんな金槌あることって意味があるんかな、落ちなきゃいいとは思うんで、そう思ったら別に金槌になるから海に出れないわけじゃないじゃん。そうですね。実際にね、悪魔の能力者たくさん海出てますから、そう深い意味があるなーっていうふうに思ってるんですよ。まあでもこれ逆にヤマトってやっぱめちゃくちゃおでんに憧れてるんで、このおでんがその自分の日誌の中で泳いで能力者助けたってみたいなの書いとったら、これやっぱヤマト自身も泳ぎたかったみたいなのがあるかもしれんな。つまりおでんは能力者じゃないんやろなってのは思いましたけどね。ああ、なるほどな。数えきれないほどお前を殺しに行って、数えきれないほど打ちのめされたお前のおかげで強くなって、僕をこの島に留めておいたのはこの手錠だけじゃないっていうこと言ってるんやけども、どうなん？親父にめちゃめちゃ歯向かっていくってこれ意外と王道やなのって。いやもうほんまにね、パッと思いつくキャラ誰ですか？もうこれ越前南次郎と越前龍馬です。ああ、もうそれもそうやね。そう、龍馬もこの南次郎っていうお父さんにもうめちゃくちゃやられて、まあ、中学テニス界では最強を取ったんで、まあ、それと同じようにやっぱりこのカイドウにめちゃくちゃボコられたと思うんよ。まあその結果ヤマトもそこそこ強くなったんやなっていう。なるほどね。いいね、なんかまともな王道の作品言ってくれたのにちょっとホッとしちゃって今背中預けてるもん俺。なんでよ。俺パッと最初思いついたの、江戸城本丸とお父さんっていう江戸城本丸かハルルート君出てきたから、俺例えとして古いなと思ってどうしようと思って困ってたらすげえ的確なこと言ってくれたからおって思ってます。あ、よかったですよかったです。そう、いいよね。でもそんなカイドウにさ、子供の頃から立ち向かってたら強くなるよね。すごい疑問に思ったんだよ。麦わらの一味とかちゃんと師匠について2年間修行して強くなってたりとか、やっぱ負けて強くなるっていう描写こそがやっぱジャンプの王道やんか。それになんか最初からヤマト強すぎるの、まあ血筋ってのもあるけど最初から強すぎるのは納得がいかないんじゃないかと。そうやね。そうって思ってたんだけど、こんな強いお父さんに挑んでたんやったら納得よねっていう。そうね。そう、これでなんか心の中のモヤモヤみたいな、まあ伏線じゃないんだけど謎が一個解決できて今回すげえ気持ちいいなと思って。まあだからある種師匠もカイドウをやったっていうね。ああ、そうだね。でまあこのフォルムどうかな。キリンのこれ人獣型なんですよ、いきなり。確かに。そうだからもうフルバック、まあ、人獣型が一番フォルムが強いと一応言われてるじゃないですか、僕らって中でね。言われてますね。だから人獣型でそれはもうカイドウに立ち向かえないでしょ。でカイドウも人獣型なんだよ。だからヤマトももうめちゃくちゃ強いよこの時点で。確かにね。そう、いやこの戦い方とかもなんかあっさりしてるけど見たいよね、ちゃんとね。いや見たいし、まあ、さらに言うならやっぱりこのバリバリゴロゴロ言うてるからやっぱヤマトも覇王色持ってたりすんのかなとかいうこともね気になりますよね。いや覇王色なかったら戦われへんのんちゃう。まあカイドウ相手にね。こんだけ強いゾーン系がバチバチ戦ってるのに金棒で戦ってるって言っちゃ面白くない？いやそうやね。ね、もうちょっとなんかあるだろうみたいな。そう爪でとかね。そう。いやこの辺もめちゃくちゃ、いやごめん、もう最後のページだけでもう10分ぐらい話してるわ。いや間違いない。もう分かるよね。じゃあちょっと今回のストーリーの流れを説明していきましょうか。はい。第1019話ヘリケラトプスということで、はい、場内ライブフロアからスタートするんですけども、このビームレーザー放つ、もうなんか分かりきっているけども、何発も撃つ技術っていうのは難しいんやな。まあそうなんやろうね。ね、
これフランキーが欲しがりそうだってことはもう確実にフランキー将軍とかに搭載されるんじゃないでしょうね。ねでこれサンジが何気にこの科学技術に関してやっぱ触れてるのがちょっとエモいっすね。ねえ何発も撃てたらそれは強いよな。いやボンボン強いボンボンボンボおーンねえ一撃必殺のガン砲みたいなのもあるけど、レーザーでピン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 やってたらサニー号に近づけなくないの普通はいね。やそうっすよ。すごいよな。やさかりの勾玉ですね。ねえ砲台が分厚すぎてっていうことで、まあ、前回ねこの超回復みたいなことをチそうそうョッパそうそうー先生からも与えられるんですけど、分厚すぎるっていうところが俺なんかサンジらしい巻き方で好きだなと思うんだよね。なるほど。そうまあ適当という意味ではははいはいはいないんかお笑いにもなるし、なんかそれぐらい頑丈に縛っとかなんてこいつ動くからっていう意味も込めてんのかなみたいな。あ、なるほどね。そう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 。でページめくりまして、ちょっとこれ気になってたよねみんなね。そのルフィのね今生存、そうやね。そうポーラタンク号なんですけども、おーちゃんとね和の国海上ポーラタンク号って書くのが俺おしゃれっていうか、ポーラタンク号っていうものなんですよこれっていきなりこう出てきてるから、はい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 。生き返れ麦わらっていうことで、まあ、船長がやっぱり抜群に医療の知識あるんでしょうね。みんなが医者の集まりじゃないからおここは、まあ、肉でまた回復するんだな。そうそう、ねまあ、そんなことよりも僕はこのポーラタンク号がまあ出てきた時に、はいこんだけ波荒れてるならさすがに潜っといた方が安全ちゃうんかとも思ったんですけどね。はい、はいということで鬼ヶ島ドクロドーム右脳島ということで、まあ、ここはねもう佐々木どうなってたんって、まあ、気にはなってたんやけども、もう今日佐々木の話だよねなんか。そう、まあ、それ以上に今回久々の切り鉢が出てきて僕はちょっと興奮しましたね。切り鉢じゃないんですよ。あこれ切り鉢じゃないの？アーロン先生の切り鉢じゃない違うんや。武器がですねなんとからくり刀みたいなそうやね。感じなんですよね。なんかルローニケンシン感も感じひんこの辺。なんかまあ感じないけど、まあ、螺旋灯油から螺旋岩かなっていう気もするしね。シャック先生の作品な感じしないですかこれ。伝わるかそれ。白人のたちやったっけ。はい覚えてます覚えてますよ。ああいうちょっとからくりチックな刀、そうね。はい、今出てますがみんなついてくれてるのこれ大丈夫。そういうとこちょっと影響されてると思うんだよ。今日古いっすね、タルルート君とか。あ、そう俺もう古い人間やねん。あ、なるほどね。で前ね佐々木の刀を抜いた時に、なんか模様が変だぞってことはみんな気づいてんか。それがまさかからくりだったんだっていう。そうっすね。これだからクイーンに作ってもらったんですかね。まあ、そういう風なことが想像できるのがいいよね。はで、まあ、佐々木の胸のところにちゃんと V でね傷がついてるのがねそう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 生きてていいじゃないですか。またその危ない刀から道は開けられねえ何が起きて、いやこの辺もさ会話とかもいいんだけど、空飛んだわと。そうや。恐竜って空飛べるんだ。なんかまあ無様な飛び方やけどね。みたいな。シャンプーハットつけてんのかなと思ったもんな最初。シャンプーハットが落ちてきたらこんなんなるやん。わかるこれ。ここでつけとったやつが落ちてきたら。久しぶりに聞いたシャンプーハットっていうあの技はやべえぞ逃げろ鉄の兄貴って言ってるんですけど、このなんかからくり系というか、色物系がちゃんといつもフランキーとマッチアップするのがいいなと思ってる。そうね。ヘリケラトプスってこのサブタイトルで飛び六歩の名前のヘリケラトプス、名前じゃないねんけど、ヘリケラトプスってつくのってすごいよね。だって今回だったら完全にヤマトのこと書いたりとかルフィ復活とかまあ書いてもいいんだけど、ヘリケラトプスでサブタイトル使うってそう、まさか恐竜が飛ぶとはね。しかもぐるんぐるん回転させてたんで、どんな技やねんって言ったらもう周りをねめった切りにするっていう。はい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 。ねまさにこれフランキー将軍もやった足元デンジャラスみたいな感じよね。そうね。これは首元やけど、そう首元デンジャラスということで相当デンジャラスよねこれね。これ伝説のスタッフにこういう敵おってんな。しかも今出てますが俺は全然知らないけど面白かったのは、そのトリケラトプスはこういう恐竜だっていう嘘の知識を教えられたらすごい。そうそう。これ小学生とか読んだら信じるね。信じる。で俺めちゃくちゃ好きなんよねこれ。はい。こういう恐竜だってそう教教えてあげてるのが可愛いなと思ってて、でそうだったのか。プロペラで速度が異常に上がり上がるってことですごい空も飛べるし、これで突進の力も増すっていう。そうで一回間違えんじゃん交代するっていう。この辺りもめちゃくちゃ好きね。飛び六歩ってクソ強いくせにみんなちょっとずつ間抜けすぎへん。いやそうやね。ねまあ大体この佐々木はそもそも伝次郎も京志郎に思いっきりはめられてくくられつるとかが始まってるから神の木のそう神木のところにね。大体こんな首回せるんやったらあんなくくりつけじゃ意味ないやろって伝次郎もちょっと気づいてほしかったんやけど。でもなんかちょっと回廊石混じってるじ
ゃん。ああ、なるほどね。うん編集できるよね。多分そりゃそうだろ、そんな。なるほど、なるほど。あ、そういうことか。あの状態でさ、ヘリケラトプスになったらさ、もう親睦グローって削られる。あ、そうそうそう。あ、さすがですね。デンジローはね、能力者じゃないんで。で、タマケラトプスどうすか、この技。クソダサい名前やなって思いましたけど。でもこれめちゃくちゃ強くない？いや、強いけど。フランキー将軍もさ、さすがにパーツやばいみたいな感じで、そうそう。これフランキー将軍のなんかワポンメタルとかじゃなかったら普通にドカーン多分貫かれてるよね。そうなのね。で出ましたよ、ジェネラルスープレックス。はい。フランキーといったらスープレックスですけど、そうですね。ジェネラルでやっちゃうっていう、それぐらいだから佐々木ってでかいよね。でかい。これフランキーがさ、フランキー将軍だから対等にやり合ってる感じするけど、多分フランキー単体だったらちょっときついよね、これね。まあ、きつかったよね。で、なんとフランケンが折れてしまいます。はフランケンそんなに強度弱い刀やったんや。い。ね。強度が弱いというか、その1個前でその剣はそんなに得意じゃんみたいなこと言ってるから、言ってましたね。黒刀になり得るんかな、このフランケンもほんまは。お箱折れどころか折れちゃってるけども、はいはいはい。これ黒刀になったフランケンをいずれフランキー将軍を持つみたいなエピソードないからフランブラック剣。別にフラン黒刀でもいいんですよ。フランブラック剣じゃないからフラン黒刀を持つかもなみたいな。折れるということは新しいものにパワーアップするっていうことってお決まりじゃないですか。まあ刀鍛冶もいっぱいおるしね、ワノ国は。そうだね。鬼ヶ島に刺さってるクソでかい刀をフランキー将軍がバーって抜いたの。確かにね。無理やけどサイズ的には。でジェネラルキャノンですよ。そうやね。そこからのラディカルビームですよ。これさすがにどうですか、佐々木さんといえども結構来たんじゃないですか。まあこれはね、見事に大魔神を KO しましたね。大魔神佐々木だから。やっぱ古いね、話題が。いや、あんた急に振らないのどうしたの？急に闘志が出てきましたけど今まともじゃないですよ、これキーチャンネルって。そうですね。今すぐね、アナザーブルーとかそうそう。純マシチャンネルとか、まあ神木君最近ちょっと様子おかしいんで、まあほっといたとして高橋さんのチャンネル見に行った方がいいと思います、本当に。というわけで、まあここで最後のページに戻ってくるわけなんですけども、カイドウ VS ヤマトの戦い方も気になるんですけど、母親誰やねんとか、出世の秘密どうなんとか、まあそういう過去のことがやっぱ今知りたいなっていうテンション。だからこそ僕たちのフーズフーどこ行ったんやと。どう思う？いやもうこれほんまにおしゃべり野郎ね。まあ来週また出てきてペチャ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 喋ってくれるんですね。ペチャ喋る。俺もう体がね、フーズフーを求めてるんですよ。もうほんまに。知ってるか、ヤマトの能力はキリンって言うんだ。戦いの中に参加してくれなくていいから、今週のフーズフーみたいなコーナーを一コマだけで作ってやっていいんで、そうね。はい、2課の続きだよみたいなことを教えてほしいなみたいな。めっちゃ情報持ってるやん、あいつ。いやほんまにね、ちょっとその辺はまた楽しみにしていきたいですね。まあでもようやくこの飛び六砲を倒したんちゃうかっていうところで物語は結構動いていきそうなんで。そうだね。だからサブタイトルがヘリケラトプスだから、ちょっとなんかこれだけで1話終わらせたらもったいないんじゃないのみたいなことを今話の中ですごいなんか重要なものが多いから、ここで佐々木がリタイアさせるんだったらもうこれでいいのかな。そうですね。フランキー将軍の活躍が見れたりとか、フランキーが折れた描写とかも見れたので、基本ね、フランキーがその対街道用の兵器っていうのを言ってるから、それはまだ登場してないんですよ。でそれがもう佐々木ごときで手こずってるフランキー将軍の今の能力で不十分なわけやんか。確かにね。別にあることがまあ分かったんじゃないのっていうふうに思うんですよね。じゃあもうフランキー将軍で何かやるんじゃなくて、もしかしたらもう島に何か仕掛けてるとか。なんかね、サニーこれ残したのか知らないけど、それぐらい大掛かりな可能性もありますよね。ちょっとだからまあ謎は深まったんですけども、今週のジャンプ面白かったですね。そうっすね。まあだからもう本当ウルティとかもやられてますし、飛び六砲もどんどんやられてきたんで、本当ようやくワノ国も戦いが終わりに向かってきたなっていう。向かってますかね、ちゃんとね。そうで、これでまあルフィが肉パワーで復活したら、まあ多分カイドウとの最終決戦始まるのかなっていう。まあ来週これちょっと合併号やったんでね、まあちょっとないわけなんですけど、来週はだからないんだよね。またこの再来週からまあこのどっから始まるかわからんけど、もしかしたらまたおしゃべり猫がやってくるのかなっていう気はしますね。おしゃべり猫って何？フーズフ好きやわ。おしゃべりキャットね。もうフーズフ好きって人います。高評価して。はい。というわけで明日はですね、またのすけ回線のさを交えてジャンプの深掘りトリガーを取りようと思います。よろしくお願いします。もしかしたらあの人もうナレッジキングのことで頭いっぱいで明日来てくれないかもしれないですけど。じゃあこれから3ヶ月間ぐらいも来てくれんの？そう、来てほしいよとしたらぜひ高評価よろしくお願いします。来ます。高評価が5以上で来ます。すぐ来る。はい、それでは See you! バイ。
ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ。楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて。 TwitterLINE ライブ公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前は小焼きチャンネル。